新年明けましておめでとうございます。去年は仕事環境の変化や妊娠出産などなかなか YouTube 動画をアップできませんでしたが、たくさんの方々に応援をいただき本当にありがとうございました。今年も料理を楽しみながら健やかに過ごしていきたいと思います。このチャンネルでは料理上手になるための美味しくなるコツやポイントをまとめています。ぜひ最後までご覧ください。今日は3歳の息子が大好きな鶏団子ときのこの甘酢あんを作っていきます。ぶなしめじは根元を切り落とし小房に分けます。今日は肉厚のしいたけをゲット。しいたけは軸を切り落とし、きのこの食感を生かすために少し厚めの薄切りにしたいと思います。きのこは食物繊維が豊富で低エネルギーなのが嬉しいですよね。食物繊維は腸の働きを整える効果がありますので、肥満や便秘予防につながります。しいたけの軸も食べられるので細かく刻んで鶏団子に入れていきたいと思います。長ネギは斜め薄切りにします。さあ、食材の準備が完了したので鶏団子を作っていきます。ボウルに鶏ひき肉、細かく刻んだしいたけの軸、すりおろし生姜1/2かけ分、醤油小さじ1、片栗粉大さじ1を加えて粘り気が出るまで手早くこねます。可愛らしい一口大の大きさに丸めます。フライパンに油を熱し、肉団子を転がしながら中火で炒めます。肉団子に焼き色がついたら長ネギ、しいたけ、ぶなしめじを加えてさっと炒めます。蓋をして弱火で約3分間蒸し焼きにしていきます。きのこがしんなりして小さくなったら余分な油をキッチンペーパーで拭き取ります。混ぜ合わせた醤油大さじ2、砂糖大さじ2、酢大さじ2、ケチャップ大さじ2、片栗粉大さじ1、水 120ml を加え、全体を混ぜながらとろみがつくまで炒めたら完成です。3歳の息子が何度もおかわりと連発するほど大好きなおかず。ケチャップベースの甘酢あんなので小さなお子様から大人まで美味しくお召し上がりいただけます。晩ご飯にはもちろん少し多めに作っておいて次の日のお弁当に詰めてもいいですね。とっても簡単に作れるので皆様もぜひお試しください。今日はコスパ抜群の豆苗と卵を使った豆苗としらすの卵炒めを作ります。まず豆苗は根元を切り落とし半分の長さに切ります。豆苗には抗酸化作用のある β カロテンが豊富なので乾燥が気になるこの季節のカサカサ対策におすすめです。卵は溶きほぐしマヨネーズ大さじ1を加えて混ぜます。卵は完全栄養食品と言われているほどアミノ酸やビタミンミネラルがたっぷりと含まれています。中でも体内で合成できない9つの必須アミノ酸をバランスよく含んでいることから良質なタンパク質源と言われています。フライパンにごま油を熱し豆苗がしんなりするまで中火で炒めます。
豆苗がしんなりしてきたらしらすを加えさっと炒めます。溶き卵を回し入れて炒めていきます。卵は炒めすぎるとポロポロになってしまうので、さっと炒めるのがポイント。塩コショウを振って味を整えたら完成です。今夜は卵と豆苗を使った家計に優しいおかず。栄養もたっぷりなので体にも嬉しいことが盛りだくさんです。ふわふわの卵と豆苗の香りが相性抜群でとっても美味しいですよ。パパッと5分程度で作れるので、仕事帰りが遅くなってしまった日なのに重宝します。ぜひ作ってみてください。今日は今が旬のシシャモを使ってごま揚げ焼きを作っていきたいと思います。骨まで丸ごと食べられるシシャモは栄養がたっぷり。育ち盛りのお子様や骨粗しょう症の心配があるご年配の方におすすめの食材です。シシャモは加熱した時に腹部分が爆発しないように爪楊枝で数箇所穴を開けておきます。シシャモに混ぜ合わせた薄力粉大さじ3と水大さじ3をまんべんなくつけ、白ごまをたっぷりまぶします。フライパンに少し多めの油を入れて中火で熱し、菜箸から細かい泡が出てきたらシシャモ投入のサイン。少ない油なら後片付けも楽ちんです。表面に焼き色がつくまで揚げ焼きにしたら完成です。白ごまをたっぷりまぶして揚げ焼きにしたシシャモは香ばしくてとっても美味しいです。息子も美味しいねと言いながらパクパク食べてくれました。子供が喜んで食べてくれると本当に嬉しい気持ちになります。最近偏食気味なので、できる限り楽しく美味しくいろいろな食材を食べられるように工夫しながら料理をしていきたいと思います。今日はタンパク質が取れるヘルシーな豆腐とさつまいものグラタンを作ろうと思います。月曜日に使い切れなかったきのこをたっぷり使っていきますよ。木綿豆腐はキッチンペーパーで包み、耐熱容器に入れます。こんな感じに包めたらラップをせずに600ワット2分加熱して水気を切ります。さつまいもは8ミリ厚に切ります。皮にも栄養がたっぷりなので皮まで丸ごと使っていきたいと思います。耐熱容器に入れ、ふわっとラップをし、電子レンジ600ワット3分加熱します。しいたけは軸を切り落とし、食べやすい大きさに切ります。ぶなしめじは石突きを切り落とし、小房に分けます。フライパンにバターを熱し、きのこ、さつまいもを加え中火で炒めていきます。
のこがしんなりしてきたら小麦粉を加えて全体に絡めるように中火で炒めます。粉っぽさがなくなったら牛乳 250ml、 コンソメ小さじ1を少しずつ加えながら弱めの中火で炒めていきます。こんな風に野菜、薄力粉、牛乳の順に炒めながら加えることでクリームソースがダマになる心配もなく、滑らかなソースを簡単に作ることができます。とろみがついてきたら塩コショウを振り、味を整えてクリームソースの完成です。耐熱容器に一口大に切った豆腐を並べ、クリームソースをかけます。ピザ用チーズをのせます。あとはオーブントースターで焼き目がつくまで6分から8分焼くだけ。こんがり美味しそうに焼けました。タンパク質が取れる豆腐を使ったヘルシーグラタン。優しい味わいのクリームソースと豆腐だからこそ、さつまいもの甘みときのこの香りを引き立て、素材本来の美味しさを楽しめます。かなり優しい味わいなので好みが分かれるかもしれませんが、薄味がお好みの方やヘルシーな洋食が食べたい方にぜひ作っていただきたい一品です。今週ラストの晩ご飯は豚ロースを使ったスパイシーソテーを作ります。豚ロースは加熱した時にお肉が縮んで形が歪まないよう、脂身と赤身の間に数箇所包丁を入れて筋を切ります。塩、黒胡椒を振り下味をつけます。片栗粉をまぶし余分な粉を落とします。お肉に粉をまぶすことによって加熱によりお肉から流れ出る肉汁を閉じ込め、柔らかしっとりに仕上げるだけではなく、タレとの絡みを良くしたり香ばしさをアップさせることができます。フライパンにごま油を熱し、豚ロースを並べ中火で炒めます。豚肉には疲労回復に効果的なビタミン B1 がたっぷりなので、年末年始でお疲れの方にぜひ食べていただきたいです。豚ロースの表面に香ばしい焼き目がついてきました。あとは調味料で味付けをするだけ。混ぜ合わせた醤油大さじ1と1/2、酒大さじ1、砂糖大さじ1、すりおろし生姜1/2かけ分、すりおろしにんにく1かけ分、カレー粉小さじ1を加え、全体に絡めるように炒め合わせたら完成です。豚ロースでパパッと作れる満足おかず。息子もおかわりするほど気に入ってくれました。スパイシーな香りで食欲をそそる味わいはご飯がもりもり進んじゃう。晩ご飯にはもちろん丼にしたりお弁当のおかずに入れてもいいかも。今週は風邪知らずのバランスおかずで元気に過ごすことができました。来週も楽しく料理をしていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン励みになっています。いつも本当にありがとうございます。皆様の食卓に笑顔があふれますように。